Hi everyone! 皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしております。今日はですね、単独親権についてお話ししたいんですけれども、日本は共同親権が導入されてないのはもちろんのこと、唯一あるその単独親権も正常に機能してないというか、全く機能してない国なんですね。はい。で、今日はいろんな問題点とか私の意見を最初に述べさせてもらって、で、その後、後半は、単独親権の普通の正常な国だったら、こういうスケジュールで単独親権の場合の、親のやり取りがあるんですよっていう細かいスケジューリングをお見せしようと思います。はい。で、親が子供に会う権利、自分の子供に会う権利、そして子供が自分の親に会う権利っていうのは当然の権利で、普通の国は、それをできるだけ守る方向で法律を作るし、できるだけそれを守ろうとするんですね。なので、例えばアメリカとかだったら、親が子供に会えないっていう、判決を下されるときっていうのは、虐待はその性的な虐待してる場合、それぐらいなんですね。で、例えばアル中とか麻薬中毒とか、そういう、子供を育てる判断能力がないっていう場合でも、そのリハビリ施設とかに行って更生すれば合わせてあげる。もうできるだけ、その親と子供の関係を保護しようっていうふうに動いてるんですね、普通の国は。けど日本の場合はできるだけ引き裂こうっていう、もう法的に引き裂くことが横行してるっていうことなんで、もう本当にびっくりで、これは、やっぱりもう、人としての権利というか、人権なんですよね。その子供が親に会う当然だし、親が子供に会う権利も当然で、例えばお父さんお母さん子供って3人いたとしたら、そのお母さんに親権あげてお父さんから引き離すみたいな判決が下りた場合っていうのは、もう3人のうち、お子さんとお父さんの権利を全く無視して、その3人のうちの2人の権利を無視した上で成り立ってるっていう、このシステムっていうのが、正直信じられなくて、アメリカでも養育費の計算の時に、2人の年収とパーセントですよって言って、多分日本だったらそういうのがもうほぼ100ゼロみたいなんで、ないんだと思うんですけれども、普通の国だったら、50% なので、50、50の半分以外は全部ごめんなさい、単独親権になるんですね。なので、例えば60%、40% でも単独親権で、そしたら6割持ってる親が primary caregiver つってメインの人。で、4割の人がサブみたいな感じで、それを刻めるんですね。そう、なので、100ゼロっていうことを、当然のごとくやってる、日本の常識っていうのは世界の非常識って本当にその言葉がこの場合当てはまるなと思うんですけれども、それってすごく危険で、一人の親に偏らせてしまうと、その親がなんか問題があったとき、なんか過ちを犯したときに子供の人生って終わるんですよね。だけど、二人で、行き来して、しっかりとその面会を守って、やらせれば、そのチェック機能として入れるから、お母さんがおかしなことしてもお父さんがおかしなことしてもお母さんっていう感じで、しっかりとそこをサポートできるので、絶対に両親で育てるべきなんですね。これ何回も言ってるんですけれども、その虐待、お母さんが単独親権で子供をもらって、でも100ゼロなんでお父さんをもう縁切らせるみたいな法律ですよね、日本の場合。そうすると、そのお母さんが後におかしな人と付き合った場合、自分の子供を可愛がってくれない人と付き合った場合に、ものすごい虐待して、で、死んでいくケースっていうのがすごく多くて、で、これっていうのも、お父さんにしっかり合わせる時間を保護して設けて、4割とか、育児に協力してもらえれば必ず防げることだし、で、私のコメント欄にも、1ヶ月に1回面会勝ち取りましたとか、書いてくださる人がいるんですけれども、私そんな親なのに、そんな頻度っていうか、そんな面会っていうのは正直聞いたことがなくって、もうそんなんだったら正直、近所に住んでる知らないおじさんとかの方が、会えてるって、なんで率先して国が、親に会っちゃいけませんよ、子供に会っちゃいけませんよっていう権利がないのに、それをやってることがまかり通ってるんだろうって、すごい思うんですね。で、例えば想像してほしいんですけど、今日から、ママに会っちゃいけません。パパに会っちゃいけません。で、お父さんもお母さんも例えば今日から自分の子供に会っちゃいけない。そんなことを宣告されたら、もう普通に病むし、ストレスだし、精神的にすごく、マイナスな影響しかないんですよね。だから、正直私は、この日本って世界でもすごく自殺者が多いんですけれども、それの因果関係もあるんじゃないかなって、やっぱり、例えば私が日本にいて、男性の立場になったとして、例えば私がもらえないっていうことで、会えませんって言われたら、私もすごい鬱に間違いなくなるし、生きてる意味があるんだろうっていう、そこのレベルまで行くと思うんですね、精神的に追い詰められて。なので、
本当にそういうことを合法的にやりまくってる日本っていうのは考えられないなって思うのと、精神の問題でも、やっぱり1人より2人、2人より3人、3人より4人って感じで、お母さんだけじゃなくてお父さん、お父さんだけ、お母さんお父さんだけじゃなくてその祖父母、そしてその親戚って感じで倍の数、もうできるだけ多くの人に愛される環境、そういう環境で育った方がもう間違いなくいいんで、はい。で、ここでですね、私の娘が、お父さんのところに行くとき、お父さんと再会するときに、すごく喜んでて、でも私のところに帰ってくるときもすごく喜んでてって感じで、いつもすごい、興奮してるんですね。で、もう百聞は一見にしかずだと思うので、そこを、ここで私の、その再会の時の動画を、シェアさせてもらいたいと思います。単独親権ですら、まともにできてない国なんだから、共同親権っていうのはもう夢のまた夢みたいな、もうって思うんですけれども、でも、例えば、100ゼロで、そんな偏った中から、じゃあ共同親権で50、50になりますよって言ったら、やっぱり理解できない人とか反対する人っていると思うんですね。なぜかというと、もうあまりにその未来のことすぎてわからないみたいな。だけど、今あるシステムが少なくともしっかり機能してれば、その中で最大限、じゃあ半分まではくれなくても40%とかもらって合っていれば、共同親権がすごく身近に感じると思うんですね。なぜかというと40%もし見てるんだったら、あとちょっとスケジュールをいじればもう50%なので。なので、しっかりと単独親権で、ある程度の、時間を、お互い見てれば、やっていくうちにすごくやっぱり子供のメンタル面でもいいし、いろんな、いいっていうことが、もう、肌で感じることができるので、自然な流れで、じゃあやっぱりこれいいから共同親権に入れましょうみたいな感じで、流れるはずなんですね。だけど今は、すごく偏ったことが当たり前みたいになってるから、なかなか、この、共同親権の良さとかを体感してもらえないんだと思うんですね。私が、アメリカにいて、いろんな離婚調停とか、親権問題で揉めてる人とかすごく見てきたんですけれども、やっぱりみんな、特に日本人の人っていうのは、日本の感覚があるんで、揉めてる時に私絶対に親権欲しいとか言って100ゼロでも絶対あんなやつに合わせたくないみたいな感じで言ってる人が多いんですね。だけど、カリフォルニアのシステムなんでそんなことはできないので、共同親権なり、ある程度の40%とか30%とか、お父さんに会うっていうことをやってって、無理やり最初始めてやってって、で、例えば半年後とか1年後にどうって聞くと、みんな、これ100%、皆さん、やっぱり、なんか最初は嫌だなと思ったんだけど、このやり方の方が絶対いいって言ってるんですね。でむしろ時間を増やしたみたいな。で、なんでって聞くと、やっぱり子供がすごく嬉しそうだし、子供のメンタルがすごく安定してるし、で、しかもやっぱり一人で育てるのって金銭的にもメンタルでも大変なんですけど、やっぱり相手に預けれる時間があったら、その、間、自分もリラックスできて自分の時間が持てるんですね。なので、すごい、その親の精神面でも、そのバランスが取れるやり方だってことをみんな言ってるので、実際やった人で悪いっていうフィードバックは一回ももらったことがなくて、早く日本でもやってほしいし、体験してほしいなと思います。日本のね、悪い部分、なんでこれが、この子供たちがこんなに死んでる、生きる死ぬの問題ですよね。だってこんなに虐待で結果として亡くなっている子供がいるっていうことに対して、国として防ぐ政策、防ぐことをするべきなんだけど、全くやってなくって、で、これに対してすごく思うのが、この、政治家の人に言いたいんですけど、このことよりも優先する法案とかって、あるんですかっていう、ことなんですよね。だって子供たちが死んでる。日本の未来がなくなってってる。これに対して対策を取らない。これよりも急ぐ政策ってありますかっていう問題なんですよね。ないですよね。で、なんかニュースとか見ると、なんか少子化とかの問題に取り組んでるみたいな感じで見るんですけど、でも、なんかそんな女性になんか、これから新しいね、子供をなんかバンバン産めって言う前に、今もうすでに生まれてきてくれてる子供が虐待とかで死んでる現状があって、このシステムがしっかりしてないから、守ってあげるシステムじゃないから、単独親権に偏ってて、結果として亡くなってるお子さんがいっぱいいる中で、その子供たち生まれてきてくれた命をしっかり守れない、そのシステム作りができてないのに、新しく子供を産めってそっちの対策じゃないだろうって。こっちをしっかりやってね、それで、健全な、子供がハッピーに大人になれるような、健全なシステムを作った上で言うべきことで、だと思うんですね。で、子供が、例えばね、虐待で亡くなってるお子さんもいっぱいいると思うんですけど、じゃあ、運よく親に虐待されないで、大人になれたとしても、やっぱり、
病んでる確率とか、その傷ついてるとか、メンタル面でのケアがないから、もう片方の親に合わせてもらえなかったら、やっぱりそこでストレスとか感じて、情緒面とか、精神的に不安定になってる、なって育った子供っていうのがいっぱい、溢れちゃうと思うんですね。こういうやり方をしてると。なので、少子化とか言ってる前に、今いる子供たちを守る政策を、一刻も早くやってほしいと思うんですね。てかもうこれ本当に政治家の怠慢で全く仕事してないってことなんですけど、なんかその日本の政治家って世界でもトップレベルに日本の政治家お給料が高いんですね。で、どれくらい高いかっていうと、アメリカの大統領の2倍、1人2倍もらってるんですね。なので、日本の政治家1人に対して、バイデンの給料2倍以上が払われて、全く何もしてくれてない、これに関しては。なので、この当たり前の子供が親に会える権利、親が子供に会える権利って、こんな基本的な人権な問題に関係することで虐待死してるっていう、この政策に誰も取り組んでくれてないっていう、こんな当たり前の権利も、法的に守ってくれてないっていうことなんですよね。なので、すごく残念に思うし、一刻も早くこれを見てる政治家などがいたら、そんだけ給料もらってるんだから働いてください。はい。ではですね、これから、前回は共同親権でこんなようなスケジュールですって見せたんですけれども、その日本が全く機能してないんで、皆さんわからないかもしれないですけど、他の国っていうのは単独親権でもしっかりと両親で、こういうスケジューリングでパーセントを7割、3割とか6割、4割とかでやってる場合っていうのをお見せします。はい。はい、それではですね、60%、40%の、親権の場合どういう感じかっていうのを見ていきたいと思います。で、この中で、ポピュラーなのが、4-3 custody スケジュールって言って4日と3日で変えていくやり方になります。で、まずこれ見てもらうと、水曜日なので、4割の方が水曜日の午後3時に学校に迎えに行って、水木金まで3泊して、で土曜日の午後3時にもう片方の親に渡すっていう感じで、4泊3泊、3泊4泊になります。で、これだと土曜日の、途中で交換できているので、土日土曜日の半日過ごせるっていうメリットがあるんで、水曜日から開始してるんだと思うんですけど、これ別に木曜日から開始してもいいですし、別に火曜日でもそれは自分たちで変えれるので、はい。なってます。で、次がですね、この4-3スケジュールなんですけれども、これは平日と週末に分けるっていう4-3スケジュールになります。で、これは、見てもらうと、月曜日の午後3時に、学校迎えに行って、月火水木で、金曜日の午後3時に今度別のブルーの人が迎えに行くっていう感じで、これが4-3スケジュールになります。で、これがいいのは、例えば学校の近くに片方の親が住んでて、もう片方の親が遠かったら学校の近くに住んでる親が、月曜日からっていう感じで預かるっていうことができるんですけど、でもやっぱりこれ週末がどうしても片方の親に偏ってるので、お互い働いてたら自分も週末子供と過ごしたいということでちょっと不平等さがこれだと出ちゃうかなと思います。はい。はい、では次はですね、73の 70%、30% の神経の場合見ていきたいと思います。で、まず、何個かあるんですけど、まず、週末だけ、3割の親がもらうっていう感じで、これ見てもらうと、3割の親は金曜日の夕方4時とか学校帰りにもらって、で金土日曜日で日曜日までいて、日曜日に、もう片方に渡して、で日曜日からずっとまた金曜日までもう片方の親が見るっていう、これが73になります。はい。次は、52スケジュールといって、5泊と2泊で交換していくっていうのがあります。で、これ見てもらうと、7割持ってる親がずっと見てるんだけど、平日のその火曜日もう片方が迎えに行って、火水、ね、木曜日学校に送るっていう感じで、これだと、2泊なので1週間のうち2泊もらって、もう片方が5泊っていうのが、73のスケジュールになります。もう一個は every third week って言って、毎回、3週目月の3週目をもらうっていう形になります。なのでこれ見てもらうと、ここの金曜日の、3時学校迎えに行って、で金土日月火水木金なので、
この1週間全部もらって、で、次の親が、金曜日に迎えに行ってって感じで、毎月3週目をもらう。はい。で、次はですね、3日目をもらう。every third day。なので、毎回3日目をもらう。だからこれを見ると、月曜日3時に迎えに行って、で、また学校送ってみたいな。で、またこれで3日目の、3日後の、木曜日会えて、で、次が、日曜日から月曜日にかけて会えて、で、次が、水曜日から木曜日にかけて会えてみたいな感じで、3日目をもらう。はい。っていうのが73スケジュールになります。次がですね、80%、20% の真剣のスケジュール見ていきたいと思います。で、これだと1週間おきに、各週で週末もらえる。なので、これだと金曜日、2割の親が金曜日の、学校に迎えに行って、金、土、日、で、月曜日学校に送ってっていうので、で、この週はもらえなくて、翌週また同じ風に金曜日迎えに行ってっていうのを繰り返す。各週で週末もらうっていう形になります。で、次がですね、135、月の1週目、3週目、5週目の週末もらうっていう、20% の親が第1、第3、第5の週末をこのように見たら8割、2割になります。あとは、まあ、それの逆バージョンで、第2、第4、第5、なので1ヶ月に3週間、3回週末を見たら 20% っていうことになります。はい。で、最後に 90%、10% の、真剣のスケジュールを見ていきたいと思います。で、もう 90%、10% になるとお泊まりはないんですね。なので、このスケジュール見ていただくと分かるように、平日、これだと例えば平日月曜日から金曜日までの間、3時半から6時半って書いてあるんですけど、仕事してらっしゃったら夕方からちょっと数時間一緒に遊ばせてもらうとか、それが、スケジュールになります。もしくはちょっと平日厳しいっていう人は、平日1日とか2日とかにもっと減らして、で週末1日、終日もらうとか、そういうのが、90%、10% の、スケジュールになります。はい、皆さん、スケジュールの方はいかがだったでしょうか。で、この、スケジュールっていうのは、なんかホームページとかアプリとかがあって、で、そこに、何%の真剣のスケジュールが欲しいみたいな感じで、出してくれる便利なものがあるんですね。で、そこから引っ張ってきたのもあるんで、そこのリンクを、貼っときますんで、それは、真剣問題の人が使ったり、あと弁護士が使ったりしてるんで、もし興味ある人がいたら、貼っときます。はい。それではですね、ここまで見てくださった方がいたら、どうもありがとうございます。では、また次回、次のビデオでお会いしましょう。Thanks for watching and I'll see you next time. Have a good weekend. Bye bye everyone.